今回は、データ型の確認とデータ変換について解説していきます。データは、前回用いた3つの CSV ファイルの結合データを使用します。プログラムの前半は、前回と同様ですので、説明を省略します。取り込まれたデータは、CombinedDF に保存しています。これを表示してみましょう。先頭の5行を表示したのが、このデータとなります。次に、データタイプを表示してみます。データタイプは、デート、プロダクト、リージョンは、オブジェクト。セールスは INT64。コスト、カスタマー ID はフロート64。ノーツは、オブジェクトとなっています。先ほどのCombinedDF の情報は、インフォメソッドを使用して確認しました。次にデータ変換です。43行目では、セールス列のデータの確認を行います。Combined_DF セールス、D タイプと書くことで、セールス列のデータタイプを取得できます。それでは、続きを実行してみましょう。すると、セールスの現在のデータ形は INT64 であることがわかります。次はセールス列のデータ型をフロート型に変更してみましょう。この場合は、CombinedDF のセールス列の後に .as タイプ括弧の中に、フロートと記入し、それをCombinedDF のセールス列に代入します。そして、変換後のデータタイプを D タイプを用いて表示します。そして、57行目でisNull関数とSUM関数を使用することによって欠損値数を表示します。次に、インプットで一時停止します。それでは、実行してみましょう。すると、変換前のセールスデータの形は INT64 で、変換後の形はフロート64に変換され欠損値数0と表示されています。次はカスタマー ID を INT64 タイプに変換するコードです。63行目のように as タイプと書いて括弧の中に INT64 を入れます。この記述により整数型に変換することができます。そして、変換後のデータタイプを D タイプで表示します。続きを実行してみましょう。すると、セールスの変換前のデータ型がフロート64。変換後のデータタイプが整数型の INT64 になっていることがわかります。次は最終的なデータタイプをインフォ、関数を使用して、もう一度表示します。実行すると、セールスがフロート64に、カスタマー ID が INT64 に変換されていることがわかります。